皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆうけです。突然ですが、皆さんはテレビの録画機能って使ってますか？ほとんどの方が使ってますよね。最近若年層のテレビ離れが深刻化しているなどのデータを多く見かけますが、その一方で毎日のように録画番組を見ている人は5年前と比べて倍増しているそうですね。つまり数年前まではテレビ番組をリアルタイムで見ることが普通だったのが、自分が好きな番組で好きなタイミングで見たいというニーズが増えてきたんだと思います。そう言われてみれば確かに僕も好きなテレビ番組はいくつかありますが、ほぼ録画でしか見たことがありませんね。というわけで今回はその録画機能に特化したテレビとも呼び声が高い東芝レグザに絞って、その録画機能はもちろんその他注目の機能まで徹底的に紹介していきたいと思います。テレビ選びをされている人やテレビで最も重要なのは録画機能と考えている人には非常に有益な内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はこのような流れで進めていきます。1、タイムシフトマシンって？ 2、タイムシフトマシンの魅力とは？ 3、レグザ独自の便利なクラウドサービス。4、画質音質はどうなの？ 5、まとめです。まずタイムシフトマシンって何っていう方に向けて簡単にタイムシフトマシンの概要を説明していきますね。タイムシフトマシンとは東芝が販売するテレビレグザの一部機種に搭載されている録画機能のことを言います。タイムシフトマシン機能が搭載されたテレビは放送されるテレビ番組を本体に接続した外付けの HDD に丸ごと録画しておくことができます。いわゆる全録というやつですね。地上デジタル放送を最大6チャンネルまであらかじめ設定した時間帯だけ丸ごと録画してくれるため、その名の通り過去にタイムシフトできちゃうってわけです。現在販売されているレグザシリーズの中でこのタイムシフトマシンを搭載したモデルはご覧の3モデルのみとなっています。続いてタイムシフトマシンの魅力についていくつか紹介していきたいと思います。まず1つ目の魅力は見ておけばよかったが一切なくなります。タイムシフトマシン機能で録画された番組は過去番組表というボタンを押すことで放送時間に関係なくいつでも再生することができます。SNS やネットニュース、友人との会話などで放送後にこの番組見たかったなんて思うことありませんか？そんな時なんかにも時間軸に関係なく過去の番組が見れるため、学校や職場の話題に乗り遅れることがないというわけです。続いて2つ目の魅力は放送中の番組も最初から見れるということです。タイムシフトマシン機能で録画中の番組はリモコン内の初めにジャンプボタンで初めの場面にジャンプしたり30秒前のシーンに巻き戻ししたりできます。テレビの電源をつけたらすでに始まっていた、チャンネルを変えた際に目に留まったなどの理由で途中から見始めた番組でも一番初めから視聴することができるというわけですね。また視聴中の番組でも静止ボタンを押すと映像が静止してくれるため、宅急便などの急な訪問の際にもストレスなくテレビ番組を視聴することが可能です。3つ目の魅力は視聴番組の選択肢が増えることです。タイムシフトマシンでは指定した時間帯の番組を丸ごと録画してくれるため、普段早めに就寝する人でもこれまで出会うはずのなかった深夜時間帯の番組に出会い、その番組にハマってしまうという人も多いみたいです。このように視聴番組の幅が増えるというのもタイムシフトマシンの魅力の一つですよね。東芝のレグザにはタイムシフトマシン以外にも東芝独自のクラウドサービスタイムオンを搭載し、その中でもミルコレという非常に便利なサービスがありますので、そちらも紹介していきたいと思います。ミルコレとは東芝独自のクラウド機能タイムオンに含まれている番組のレコメンドサービスのことです。レコメンドとはおすすめとか推薦とかいう意味なので、ユーザー一人一人に合わせた番組をおすすめしてくれるサービスってわけですね。ミルコレはほとんどのレグザシリーズに搭載されている機能で、機能自体は無償で利用できますがインターネット接続しないと利用できませんので、そこら辺は注意してください。それではミルコレのおすすめ機能をいくつか紹介していきたいと思います。ミルコレおすすめの機能1つ目はミルコレパックです。ミルコレパックは自分の好きなタレントやジャンルを選択することで AI がおすすめのテレビ番組、ネット動画の映像コンテンツを見つけて提案してくれるサービスです。それじゃあ TVer とか Google TV とかでよくねって思われるかもしれませんが、 TVer であれば TVer 放送中の番組しか紹介してくれませんよね。ミルコレパックなら地上波で放送している番組だけでなく BS、CS 放送、さらには YouTube や Unext といったネット動画配信サービスまで対応しているので、その規模感が全く違うんです。また好きなジャンルでアニメを選択した場合、子供向けやファンタジー、学園などのありきたりなテーマだけでなく制作会社や監督などのかなりコアなテーマも用意してくれているので、より自分好みの番組に出会える可能性も高いんです。
ミルコレおすすめ機能の2つ目はおすすめ録画です。おまかせ録画では先ほど紹介したミルコレパックで気に入ったテーマからおすすめの録画設定をすることで自分好みの番組を自動で録画してくれます。例えばおすすめドラマのミルコレパックをおすすめ録画設定しておくとおすすめドラマだけをクールを超えて自動録画してくれます。でもそんなに録画したら HDD の容量がすぐにいっぱいになっちゃうんじゃないのと思われがちですが、このおすすめ録画に割く容量をあらかじめ決めることができる上、古い番組は自動で削除してくれるため容量がいっぱいで新しい番組を録画できないなんてことにならないので安心して使えますよ。ちなみに自動で消されたくない番組には保護機能をつけておけば消される心配はありません。ミルコレおすすめ機能の3つ目はシーン検索です。このシーン検索は録画した番組をシーンごとに切り分けてチャプター表示してくれるという機能です。そんなのうちのレコーダーでも勝手にやってくれるよって思いますよね。ただその精度がやばいんです。このシーンリストを実際に放送を視聴しながら人の手でチャプターを設定しているらしいんです。その分チャプター分割の正確性が素晴らしく内容に応じて細かく分割してくれます。ただ手作業ということもあり機能を利用できるようになるまで番組の放送終了後から 2,3 時間かかりますけどね。このようにシーン検索を用いて見たいシーンを選択するだけで好みの場面から見ることができるので早送りするという面倒な行為からも脱却できそうです。それこそ録画番組の時短視聴が可能なのでその分他の趣味や家事育児などに時間が回せますよ。ここまで録画機能のことばかりを褒めていてはその他の画質や音質面で劣ってるんじゃないのって少し不安になってきますよね。ですが東芝のレグザは録画機能だけじゃなく画質音質面でも他のメーカーを圧倒するトップレベルの実力を持っているんです。それではまず画質面について見ていきましょう。画質の良し悪しは映像処理エンジンによって決まると言われています。これは簡単に言うとテレビの脳のような役割を担っているものでレグザの 4K テレビには全てこの映像処理エンジンが搭載されています。ただ映像処理エンジンの中でもこのようにランク付けされており上からクラウドプロ ZR1 クラウドパワードライブファインとなっています。最近ではクラウドプロの上を行く ZR-α の開発に成功したという発表もあったので画質向上へたゆまぬ努力がされていることも感じ取れますよね。クラウドプロ搭載の Z740XS に搭載されている高画質化機能にはご覧のようなものがあります。地デジ映像を高画質化してくれる地デジ AI ビューティープロ2、 YouTube や Netflix などのネット動画を高画質化してくれるネット動画ビューティープロ2、リアルできめ細やかな人肌を再現してくれるナチュラル美肌トーン、室内の明るさに応じてテレビの輝度を調整してくれるおまかせ AI ピクチャー2、映像送信時に失われる本来の色を再現してくれる公式域復元プロ、動きの速いシーンでもくっきり滑らかな映像を実現してくれる 4K クリアダイレクトモーション480。その中でも特に定評がある機能が地デジ AI ビューティープロ2やネット動画ビューティープロ2などの超解像技術なんです。超解像技術にはフレーム内処理とフレーム間処理の2パターンが存在します。テレビの映像はパラパラ漫画のように静止画一枚一枚が連続して動くことによって映像として見えますが、フレーム内処理では静止画1枚の画素情報だけを見て超解像処理を行います。対してフレーム間処理ではその静止画1枚の前後1枚ずつ合計3枚の静止画の画素情報を見て全体の映像が最適化されるように超解像処理を行うので演算処理が複雑な分フレーム内処理よりも高画質に仕上げられるというわけです。そして2022年1月現在国内メーカーでフレーム間処理を採用しているのは東芝のレグザのみとなっており他の3メーカーは全てフレーム内処理となっています。すなわち地デジ映像を最も美しく見ることができるのは東芝のレグザということになるわけです。続いては音質面を見ていきましょう。レグザの最上位液晶テレビには重低音バズーカオーディオシステムプロ2というサウンドシステムが搭載されています。重低音バズーカオーディオシステムプロ2はその名の通り重低音にかなり力を入れているんです。高音担当するツイーターと全ての音域をカバーするフルレンジスピーカーを組み合わせたクリアダイレクト 2way スピーカーの他に重低音の肝であるサブウーファーも2機も内蔵したクワッドパッシブ重低音バズーカウーファーを搭載しており総合音声出力 80W と国内メーカーの最上位液晶テレビの中では最もパワーのあるスピーカーとなっています。その他にも自然な音像定位と豊かな音質多彩な音響効果を実現してくれるレグザサウンドプロセス VIR、放送などの音声圧縮時に失われた微小領域の高調波成分を復元してくれるレグザサウンドリマスター、人の音声をより聞き取りやすくするクリア音声、番組のジャンルに合わせて音質を自動調整してくれるおまかせサウンドなどの高音質化技術が搭載されており音質面でもかなり作り込まれていることがわかると思います。
今回は録画機能に特化したテレビとも呼び声が高い東芝レグザに絞って、録画機能からその他注目機能、画質、音質面まで徹底的に紹介してきました。皆さんのテレビ選びの参考になったでしょうか。実を言うと東芝さんから液晶の最上位モデル Z740XS をご提供いただいたんです。次回はそちらの実機レビューを上げるつもりなので、東芝のレグザが気になるよって方はぜひ今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。提供いただいたからといってガジェットジェットらしい視聴者優先目線で忖度のない本音レビューをしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのユッケでした。